本日はポコアポケモンで夜空に輝く綺麗な橋を作っていきたいと思います。先日の動画で巨大な温泉施設作ったんですけど、今回はその温泉施設から少し行ったところにこちらですね、こちらに橋を架けていきたいと思います。今回橋を架けるにあたっていろいろ参考になるものを探したんですけど、シンガポールにあるヘリックス橋っていう橋があるんですが、今回こちらをイメージして綺麗に明かりが螺旋状に巻いていくような橋を作っていこうかなと思っております。今回は橋を作るだけなんですが、その橋から見える景色にも少しこだわっていこうと思いますので、この辺りの今全く手つかずの場所、この辺も水源とかを作って綺麗な感じにしようかなと思っておりますので、よろしければ最後までお付き合いください。それではやっていきましょう。横6マス縦50マスぐらいで考えておりますので、まずは一旦橋の方を作っていきましょう。さあ一応橋板は一旦立てたんですが、50マスって意外と短いな。なんかこう向こう側がちょっと見えないぐらいがちょうどいいんだよな。ちょっと急遽80マスに増やしましょうか。さあどうだ、だいぶこれ奥の方がちょっとこうもやがかかってるというか、両側が少し切れてるのがちょうどいい感じになるかな。一応予定としてはこの橋を作った先に少しこう都市部を作っていきたいので、ちょっとこっから先は少し都会部分的なものを作っていこうかと思っておりますので、その辺の開発はまたおいおい別の動画で出していこうと思っております。続きまして橋の両端に落下防止の装置も作ろうと思うんですけど、イメージしてるのは、窓枠とかでこんな感じで、途中にこうやって木の手すりとかでちょっとアクセントを出していこうかなと思っているんですが、このままだとこの窓枠の下部分がちょっと邪魔なので、今回ちょっとだけ一工夫入れたいと思います。今橋板全部立てたんですけど、一旦この両端を全部削ぎ落としまして、両端1マスだけですね、この窓を削ぎ落とした部分に置いてって上に出していくと。でこの立てた窓枠の下側だけ取ると、こんな感じにすると窓の下枠だけ取れた状態でブロックに接するんで、よりちょっとこう橋の手すり的なイメージになるかなと、よりちょっとおしゃれな感じになるかなと思いますので、今回はこのやり方でいきたいと思います。一応5マス窓をやって1マス木の仕切りでまた5マスやってっていう感じでやっていこうかな。こういうのはね、本当はもうブロック立てる前にやれよっていう話なんですよね、本当に。おーし、半分終わった。じゃあちょっと気合い入れて残り半分も行きましょう。よーし、できた。これだけでもなんかだいぶ雰囲気のいい橋だね。なんかちょっとこう手すりがいい感じだわ。問題はですね、この橋をぐるっと囲うようにライトをどんな感じで表現するかなんですけど、一番無難なのはこのブロックライトを使って囲うのが一番やりやすいかなと思うんで、今回は一応それでやろうかなと思っております。じゃあ早速やっていきたいんですが、そうだな、どの辺からスタートしようかな。とりあえずこの辺からもうちゃちゃっといっちゃおうかな。でこうやって隣接するブロックを崩しながらこうやって浮かせる感じでやっていくんで、だいぶちょっと時間はかかりそうな作業ですが、頑張っていきたいと思います。さあちょっと途中までやったんですけど、どうでしょうね。いい感じに負けてはいるのかな。一応橋の下もぐるっとこんな感じで通してはいるんで、遠くから見た時により綺麗に見えるようにはなってるかなとは思うんですが、どうだろうな。これ一巻きじゃなくて二巻きやった方がいいかな。3マスずらしぐらいでぐるっともう一周別の色をかませたりするとさらに綺麗になったりするかな。とりあえず一旦最後までこの感じで巻いていきましょうか。よーし、とりあえず一巻きできましたけど、いかがでしょうかね。ぐるっと通ってる感じはいいけど、ちょっとやっぱ物足りない感はあるかなっていうのが正直な感想ではございまして、
まあでも遠くから見るのは全然なんか綺麗に見えてるよね。一応ざっと見る感じこんな感じなんですが、いかがでしょうか。でもやっぱ一巻きじゃちょっと足んないかな。ちょっとこっからさっき言った通り二巻き目いきましょうか。で、色変えるかどうかはちょっと様子見で、一旦ちょっと同じ色のブロックでやってみましょう。よーし、とりあえず二重らせんでできました。遠くから見てる感じでもまあいい感じにはなったかなとは思うんですが、なんかな、二重らせんでも正直ちょっと物足りないかこれは。いやでもこれな、30とかいくとまたさらにややこしいことになりそうだけどな。ちょっと30らせんでいくかこれは。勇気の30らせん。アクセントを出すためにあえて30目はちょっと色を変えてみました。これだったら多分そんなのっぺりしすぎないからいいかなとは思うんで、一旦やってみましょうか。気に入らなかったら後でブロック入れ替えでなんとでもなるからね。よし、できました。くぐってる時はなんかだいぶ雰囲気いい感じだね。やっぱ30にして正解だったわ。いいんじゃないいいんじゃない。ありあり。これは全然ありよ。遠くから見るとこんな感じだね。悪くはないかなっていう感じか。可もなく不可もなくってとこだ。でもどうしようかな。なんかここまで来るとなんか欲が出ちゃうな。なんかもう一巻きぐらいいけるんじゃないかっていう欲が出ちゃうわ。いっちゃおうかな、もう一巻き。行ってあと一巻きだろうな。さすがにもう二巻きするとちょっとぎゅうぎゅう詰めの印象になっちゃうから、もう一巻きいくか。ラスト一巻きは一応ちょっと全体の協調性を持たせるためにもう一回ピンク色に戻しております。さあ、泣きの4巻き目終わりましたけど、さっきより空白が埋まった分良くなったかな。だいぶ綺麗になったんじゃないかな。なんかちょっとこうトンネル入っていくときはなんかグイーッと引き込まれるような感じになって、遠くから見ると前景としては悪くはないかな。ちゃんと螺旋が巻いてる感じはちゃんと見て取れるんで、この手の建築初めてやったんですけど、なかなかうまくできたんじゃないですか。で、橋自体は一応これで OK なんですが、橋といえばやっぱりね、こう景観が良くないといけないんで、そうだな、この辺の、陸地を全部水にしてもいいかなとは思ってるんだけど、ちょっとこの岩とか花とかは一旦全部撤去かな。でも岩はそのままでいいかな。花だけ撤去しちゃって、あと全部水浸しにしちゃおうか。さあ、できました。一応一面水浸しにはしたんだけど、ちょっと雑い感じでやっちゃったから、後でこの水の中の地面とかはちょっと置き換えるとして、でも景色は結構いい感じなんじゃないかな、これ。だいぶこれはテンション上がりますね。いいよ。じゃあちょっと実際橋の上から眺めてみましょうか。さあ、いかがでしょう。悪くはないかな。ちょっとあれか、でも周りのブロックがこのカメラの後ろをちょっと回り込んでくるのはちょっと鬱陶しいな。あれだね、ポコアポケモンあるあるだけどさ、こうやっぱ周り結構余裕持ってやらないと、こうやってカメラをスライドさせてる時にブロックが普通に映り込んでくるのちょっと嫌だな。4、5マス後ろとかだとこうなっちゃうのか。ちょっとこれは今後気をつけよう。でもどうしようかな。もうせっかくだからもう全部石の床に変えちゃおうかな。変えるか。ちょっとどれぐらい石必要かわかんないけど、ちょっと試しにやってみましょう。じゃあ一応今回使用するのは石積みの壁を敷いていきましょうかね。一応2000個ぐらい用意したんだけど、多分この面積だと足んないと思うんだよな。だからできるところをとりあえずやろうか。これでも石の消費量もそうなんだけどさ、 PP の消費も結構えげつないよね、ほんとに。なくなった。
2000個近い石積みの壁があっという間になくなってしまった。いやー、まだ半分ぐらいしか終わってないんだけどな。石はちまちま集めながらこの辺の水の底はきれいにしていく感じにしていこう。でも橋自体は結構綺麗にできたから全然個人的には今回は満足かな。この手すりのガラスとかも結構いい感じだしね。おしゃれおしゃれ。あとはもうちょっとそうだな、周りの景観とかはこの辺とかが全然まだ手つかずだから、この辺もちょっと木植えたりして今後ちょっと綺麗にしていきましょうか。で、先ほどもちらっとお伝えしたんですが、今後はこの先ですね、ここにでっかい土台を立ててちょっと都市部を作っていこうかと思っておりますので、そちらの動画もまたよかったらチャンネル登録をしていただいてお待ちいただければと思います。さあ、次回予告になるんですが、以前和風の建築動画出した時に平等院鳳堂を建ててほしいっていうコメントをいただきましたので、今回満を持してこちらのスペースに次回平等院鳳堂を建てていこうと思います。近日公開予定ですのでお楽しみに。さあ、それでは本日の動画ちょっと短めですが以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。クラウド島の建築動画もだいぶ進んできましたので、そろそろ中盤戦突入っていったところですかね。まだまだ完成までは程遠いですが頑張って突っ走っていきたいと思いますので応援の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。